こんにちは、桜井です。突然ですが、皆さんはステーブルコインって聞いたことがありますか？暗号資産に興味がある方なら、一度は耳にしたことがあるかもしれませんが、多くの人にとってはまだまだ馴染みがない言葉かもしれません。でも実は2025年の秋、日本でも正式にステーブルコインが発行される予定なんです。しかも日本円と1対1で連動するデジタル円のようなお金が金融庁の許可を受けて登場します。名前は JPYC です。日本円と同じ価値で、しかもスマホで簡単にやり取りできる全く新しい円です。とはいえ、こう思った方も多いと思います。いや別に PayPay とかクレジットカードで十分便利だし、ポイントもつくし、今のままで良くない？その気持ちすごくよくわかります。実際今のキャッシュレス決済はとても便利ですよね。でもちょっとだけ未来の話をしてみませんか？今はまだ遠く感じるかもしれませんが、数年後にはステーブルコインが僕たちの生活に自然と入り込んでくる可能性があります。今回はステーブルコインって何がそんなにすごいのっていう疑問に答えながら、今の暮らしと比べて未来がどう変わっていくのか、これをわかりやすくお話ししていきたいと思います。どうぞ最後までご覧ください。今の日本では PayPay や楽天ペイ、クレジットカードといったキャッシュレス決済が当たり前になってきました。現金を持ち歩かなくてもコンビニで買い物ができて、スマホ一つで支払い完了。便利ですよね。しかもポイント還元までついてきています。使わない理由が見当たらない。そんな風に感じている人も多いと思います。でも実はこの便利さの裏側にはいくつかの見えにくいコストや限界も存在しています。まず手数料の問題です。僕たちは気づかないかもしれませんが、クレジットカードや QR 決済を導入している店舗は、決済のたびに3から 5% ほどの手数料を支払っています。例えば1000円の商品を売っても実際の売上は950円以下になることもあるんです。これが積もると、特に中小企業や個人商店にとっては大きな負担になります。そしてもう一つは送金の不便さです。個人間でお金を送る場合、銀行を使えば平日しか動かず、振込手数料もかかります。海外送金になると数千円の手数料に加えて、着金まで数日かかることも珍しくありません。つまり今のキャッシュレスは買い物には便利でも送金にはまだまだ課題が残っているということになります。そして最後にポイントシステムの制約です。確かにポイントは魅力的ですが、企業ごとに縛りがあったり、有効期限が切れたり、実際に自由に使えるお金とは少し違います。言い換えればこれは企業が発行するポイント経済圏の中でしか使えないお金なんです。つまり今のキャッシュレスは便利さの面では進化しているんだけれども、自由さやコストの透明性ではまだ限界があるということになります。ではそもそもステーブルコインって何なんでしょうか？一言で言うと、価格が安定しているデジタルなお金のことです。例えばビットコインやイーサリアムのような暗号資産は価値が日々大きく変動しますよね。昨日1万円だったものが今日には9000円になったり、逆に1万2000円になったり、これでは日常の買い物にはちょっと使いづらいんですよね。そこで登場してくるのがステーブルコインです。ステーブルっていうのは安定したという意味があり、1コインが1円もしくは1ドルと価値が固定されているというのが特徴になります。今回日本で発行される予定の JPYC は 1JPYC が1円として設計されています。円と同じ価値を持ちながらブロックチェーンという新しい仕組みの上で動くデジタル円のような存在です。じゃあその1円の価値ってどうやって保たれているのか。これは JPYC が発行されるたびに同じ額の銀行預金や日本の国債といった安全な資産を裏側に保有することで実現されています。つまり実体のないなんとなくのコインではなく、ちゃんと現実の日本円で裏付けされているということになります。さらに大きいのは JPYC は
金融庁に登録された正式な電子決済手段として発行されるということです。怪しい海外のトークンや投機的なコインとは全く違い、日本の法律にのって安全に、そして安定して利用できるように設計されています。円と同じ価値でスマホで簡単に送れるデジタルなお金、それがステーブルコイン、特にこの JPYC の正体なんです。次はこのステーブルコインがあることで、私たちの生活がどのように変わっていくのか、今とはどう違うのかという視点で未来の暮らしをイメージしていきましょう。はい。ということで、ここまでステーブルコインがどんなものなのか、なんとなくでもいいのでイメージできたんじゃないかなと思います。では、実際にこのステーブルコインが日常に広がっていくと、僕たちの暮らしはどう変わっていくのでしょうか。まず一つ目は、個人間のお金のやり取りがもっと自由になるということになります。例えば友達に飲み会代を後で渡したいとき、今から現金を用意するか銀行振込をする必要がありますよね。最近では PayPay で送れたりもしますけれども、割と現金で用意が多いと思います。でもステーブルコインだったらスマホを開いて相手の QR コードを読み込んで1秒で送金完了です。まるで LINE でメッセージを送るようにお金をやり取りできる未来がやってきます。しかも手数料はほぼゼロです。二つ目は海外とのお金のやり取りが圧倒的に簡単になるということです。例えば海外のフリーランスに報酬を支払いたいときは今は高い手数料と日数がかかります。ですがステーブルコインだったら数秒で着金し、為替手数料もかかりません。国境を越えるお金の流れが驚くほどシンプルになるんです。実際に僕自身もこれはもうすでに行っていて、海外の方とのやり取りで今は USDT などのアメリカのステーブルコインを使っての送金っていうのはやっています。これは本当に非常に早いですし、やはり手数料がかなり安いっていうのが大きな特徴になってくると思います。そして3つ目はネットショッピングの常識が変わるということになります。これまで海外のサイトで買い物をする際にドル建て価格を円に換算してクレジットカードで払っていたという流れになります。でもステーブルコインが普及すれば日本円のままグローバルに買い物できる時代が来るかもしれません。またインバウンドで来た方がそのままステーブルコインを使って支払うっていうことも当然考えられますので、インバウンド需要が多い今、日本にとってもステーブルコインっていうのは大きなポイントになってくると思います。そして4つ目はお店にとっての革命です。現在キャッシュレス決済を導入すると店舗は売上の3から 5% を手数料として支払っています。でもステーブルコインだったらその手数料は数円レベルまで抑えられる可能性があるんです。個人経営のお店や小さなビジネスにとってこれは売上を守るチャンスにもなります。最後に5つ目です。それはお金を持つという感覚そのものが変わるかもしれないということです。銀行口座がなくてもスマホがあれば自分でお金を管理し、世界中に送金できる。特に若い世代だったり、外国から来た労働者にとっては、これは非常に大きな意味を持ちます。つまり、ステーブルコインは単なる新しいお金ではありません。お金の送り方、使い方、そしてあり方そのものを変えていく力を持っているんです。次はそんなステーブルコインに対して多くの人が抱く不安や誤解を一緒に解消していきましょう。はい。ということで、ここまで聞いて、なるほど、ステーブルコインって便利そうだなと思った方もいるかもしれません。でも、同時に、こんな不安や疑問を感じた方も多いと思います。それっていうのは、暗号資産でしょ？なんか怪しいイメージがあるんだけど、こういうイメージを持つ人ってめちゃめちゃ多いんじゃないかなと思います。この気持ち、すごくよくわかります。確かにビットコインやイーサリアムのような暗号資産は価格が激しく上下したり、ニュースでハッキングの話が出てきたり、信頼できるのかどうかっていう不安になることが多いですよね。でも今回の JPYC はそういった投機目的の暗号資産とは全く別の存在です。まず大きな違いは日本の金融庁が正式に認可しているという点です。JPYC は資金移動業者として登録され、法的にも整った仕組みの下で発行されます。さらに価値の裏付けがしっかりしているのも特徴です。発行された JPYC と同じ金額分の日本円や日本国債をきちんと分別して保管するルールが義務付けられています。つまり JPYC を持っている人の資産はどんなことがあっても守られるようになっているんです。とはいえ、使える場所が少ないんじゃないのっていう声もあるかもしれません。
ん。確かに現時点ではステーブルコインで支払いができる場所はまだほとんどない状況です。でもこれから企業間の取引や国際送金をはじめ日常の決済にも活用が広がっていくと期待されています。日本が法律面でしっかりと基盤を整えているからこそ企業もユーザーも安心して取り組めるということになります。ステーブルコインは得体の知れないデジタルマネーではありません。むしろ円と同じ価値でより柔軟に使える新しい形のお金として設計されているものです。それでも不安がゼロになることはないと思います。だからこそこうした仕組みやルールをしっかりと知っておくっていうことがこれからの時代を生きる上でとても大切なんじゃないかなと思います。はい。ということで、ステーブルコインという言葉を最初は少し遠い存在に感じていたかもしれません。でも、ここまで見ていただいた皆さんなら、きっともうお気づきだと思います。これは単なる新しいお金ではなく、お金の常識そのものが変わっていく兆しなんです。銀行を通さず、スマホだけで日本円を送る、海外の誰かとお互いの通貨を気にせずに取引できる、お店側も負担が少なく自由にビジネスができる、こうした未来っていうのはもう SF の世界ではなく現実として動き始めています。そしてその大きな一歩が2025年秋に日本で正式に発行される JPYC です。日本の法律に基づいて安全性と信頼性を担保しながら世界に先駆けてデジタル円の仕組みを実装していく。これは日本が金融の未来に対して本気で向き合い始めた証拠だと思います。もちろんすぐに全てが変わるというわけではありません。でも数年後、気づいたら当たり前のようにステーブルコインで支払いをしている。そんな未来はもうすぐそこまで来ているのかもしれません。皆さんはこの変化をどう受け止められますか？便利さのその先にある新しい選択肢としてのステーブルコイン。この動画がその一歩を考えるきっかけになれば嬉しいなと思います。はい、ということで本日の内容は以上となっていますけれども、いかがだったでしょうか？今回は日本初のステーブルコイン JPYC をきっかけに、今のキャッシュレスとの違いやステーブルコインが僕たちの生活にどう影響していくのかをお話ししました。もし少しでもなるほど意外と身近かもって思っていただけたならば、ぜひコメントで感想を教えてください。こんな使い方があったら便利そうとか、ここがまだよくわからなかったなど気軽に書いていただけると嬉しいです。そしてこれからも時々はこうした未来のお金やテクノロジーに関する情報も発信していけたらと思っております。はい。ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしていきますので、暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資っていうのが主流になってくると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方よろしくお願いいたします。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。